はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。本日は、ディアボロ4初心者向け宝石講座、こちらやっていきたいと思います。はい。こちらいつものように事前情報となりますので、製品版と異なるもしかしたら場合があるかもしれませんので、ご理解いただけたらと思います。はい。では早速、宝石ってダイヤでよっさってね。宝石というのは、ドロップとか、宝箱等に入ってたりするんですけども、こちらを、装備、武器にはめることによって、ステータスが上がったり、スキルダメージが上がったりということで、キャラクターがかなり強化される、仕組みになります。なので、こちらの宝石の効果や仕組みを、しっかり理解することによって、かなり強さに差が出てきますので、こちら今から紹介することをしっかり頭に入れていただけたらと思います。はい、では早速、まず5点、事前情報ということで紹介していきます。はい、1つ目。これまでのディアブロシリーズでも宝石はありましたけども、実際の、強化内容というのが変わってますので、ネット等で、情報を得る場合には注意が必要です。はい、2つ目。こちらの宝石類、つける部位によって効果が変わってきます。武器、アーマー、ジュエリー、それぞれ、装備ですとアーマーですね。左側端にあります。そして武器関係は下の段ですね。そしてジュエリ関係は右の端にあると思います。はい。そして、各個々の、つける箇所によって内容が変わりますので注意が必要です。はい。3つ目。宝石類は重ねることによってアップグレードできます。例えば、粗末なダイヤモンドを掛け合わせることによって欠けたダイヤモンドとなることが必要です。なので、同じ種類の宝石同士を重ねた結果、上の段にアップグレードするということなので、なんやこれ粗末な宝石いらんわってね、捨てないようにお願いいたします。はい。そして4つ目。こちらの宝石類簡単に外すことができます。なので、とりあえずね、一回ちょっとはめてみて、ちょっと様子見ようかなってね、いうことで、しっかり戦ったりしてみてね、判断できますので、恐れず、そして壊れることもない、なくなることもないので、試したい方は一回はめてみるのもおすすめです。はい。そして5つ目。こちら、ソケット付きの装備になってくるので、なかなかはめるのは最初なかったりもすると思うんですけども、そこまで焦らなくても OK です。はい。もうどうしてもこれ敵勝てんようになってきたわとかいう時に、しっかり効果を見てつけていくことをお勧めします。はい。では、早速それぞれの宝石の効果内容を見ていきたいと思います。はい。一つ目、ダイヤモンド。はい。こちら白っぽい色をしております。武器、奥義スキルのダメージアップ。アーマー、障壁の生成量。こちらいわゆるバリア系ですね。はい。そしてジュエリーは全属性耐性。これがやばい。ダイヤ結構ね、いつも全属性耐性ついてたりするんですけども、いわゆるディアブロシリーズ、いかに耐性を積むかということが大切になってきます。特に上のティアに行くにつれて、かなり耐性値要求されます。ないと一瞬で溶けちゃう。一瞬で溶けちゃうよ、おっさんってね。だから、ダイヤモンドとても大事。はい。そして2つ目、アメジスト、紫色ですね。こちら武器に装着した場合、継続ダメージ、アーマー、継続ダメージ減少、ジュエリー、シャドウ耐性がつきます。なので、先ほどのダイヤモンドと違い、これからの宝石類は各属性の耐性がジュエリーにはつくと思ってください。はい。そして3つ目、エメラルド、緑色です。武器、脆弱な敵へのクリティカルダメージアップ、アーマー、反射ダメージ、ジュエリー、毒耐性となっております。はい。続いて、ルビー、赤。武器、オーバーパワーのダメージアップ。アーマー、最大ライフ。ジュエリー、火炎耐性。こちら先ほど言いましたけども、敵から食らうダメージ。これが大切になってくる上で、このアーマーの最大ライフアップ。これは非常に重要です。なので、ルビー赤。これもかなり重要なアイテムとなってきます。はい。続いて、サファイア、青。こちら武器。操作障害された敵へのクリティカルダメージアップ。アーマー、強化中のダメージ軽減。強化というのは、HP より強化値が上回った場合に発生するシステムなんですけども、特にバーバリアンですね。
が、対応する仕組みなんですが、その強化中にダメージが軽減されるということになります。ジュエリー、霊気耐性。はい、トパーズ、黄色。武器、基本スキルダメージ。これ結構でかいですね。基本スキルがどれでもダメージアップということで、結構制限ないということなので、これかなり重宝されると思います。そしてアーマー、操作障害時のダメージ軽減。こちら前回、アップデートね、内容で出てましたけども、操作障害時に抜けるようなスキルが全種族に、実装されるということなんで、少し出番が少ないが、ここはちょっと項目変わるかもしれませんね。はい。そしてジュエリー、雷耐性。はい。そして最後に、スカルですね。骨。はい。こちら、武器、キル時のライフ回復量アップ。アーマー、普通に回復量アップ。ジュエリー、アーマー値のアップとなっております。はい。ちょっとダダダダッと説明させていただきましたが、という形で宝石類各、個々内容かなり変わっております。なので、しっかり内容を把握することがとても大事になるかなと思います。じゃあこれから、いろいろパターンを紹介していきたいと思いますが、まずはじめに、ビルドに際してかなり左右されるので、必ずしもこれが正解じゃないということでご理解いただけたらと思います。はい。じゃあまず一つ目、汎用性パターン。ね。誰でもこれとりあえずつけといたらええやろっていうね。はい。武器、トパーズ、アーマー、ルビー、ジュエリー、ダイヤモンドとなっています。はい。先ほど言いましたように武器に関しては、基本スキルダメージアップになりますので、腐らない。アーマーに関しても最大ライフアップ、腐らない。ジュエリーもダイヤモンドで全属性耐性アップ、腐らないという、腐らないパターンね。腐らないパターン。はい。ようわからんねんっていう時はまあ、つけなくてもいいとは思うんだけども、ね、とりあえず一つ、まあ、参考にしていただけたらと思います。はい、じゃあこれからは個々の、クラスによって紹介していきます。はい、バーバリアン。武器、エメラルド、アーマー、サファイアかルビー、ジュエリー、ダイヤモンドとなります。こちらは先週のアップデート内容を踏まえてとなりますけども、武器のエメラルド、脆弱な敵へのクリティカルダメージアップということなので、基本的に、ぐるぐるパターンと出血パターンが主になってくるので、このエメラルドがかなり生きてくるんじゃないかというところ。で、アーマーに関しては、やはり近接に関して、どうしてもサファイアかルビーになってくると思います。はい。最大ライフアップ、もしくは先ほど説明した強化中のダメージ軽減、こちらになってくるかなと。で、ジュエリーに関しては、どうしてもダイヤモンドに頼らざるを各クラス得ないのじゃないかなと思います。で、まあ、後で言おうかとも思ってたんですけども、ジュエリーに関しては、例えば、ワールドボス。今回出たアシャバのようなワールドボスに対すると、アシャバだと毒耐性が必要になりますということになるので、こういったワールドボス用に、付け替えるのもいいかなと思います。普段はまあ、とりあえずダイヤつけといたらいいかって感じなんだと思うんだけども、ワールドボスに対応するためにジュエリー枠開けておくっていうのも一つの手じゃないかなと思います。耐性をね、ほんとしっかり積むことによってびっくりするぐらいダメージというのは減りますので、はい。ワールドボスは特に有効じゃないかと思います。はい。では続いて、ドルイド。これもね、もっとビルドに左右されそうなんだけど、はい。武器、トパーズ、アーマー、サファイアかルビー、ジュエリー、ダイヤモンドとなります。はい。武器に関しては、こちら、トパーズですね。はい。基本スキルダメージということで、どうしても動物系か、まあ自然系かということになってくると思うんですけども、加味した時にまあやっぱりね、無難な基本スキルダメージのトパーズになってくるかなとも思います。ただこれはやっぱちょっとね、ドルイドは難しい。アーマー、サファイアカルビー。こちら先ほど言った近接系は、まあこれ2択かなという形じゃないでしょうか。はい。で、続きまして、ネクロマンサー。武器、エメラルド、アーマー、エメラルド、ジュエリー、ダイヤモンドとなります。はい。武器とアーマーがエメラルドということで、こちら、脆弱な敵へのクリティカルダメージアップとなってきます。はい。ミニオンを使ってやっぱりやっていくので、この脆弱な敵のクリティカルダメはかなり有効になってくるんじゃないかと思ってます。そしてアーマーの反射ダメージ、こちらも、ミニオンに、適用されていくので、こちらもかなり有効じゃないかと思って選びました。はい、続いて、ローグ。
武器、トパーズかアメジスト、アーマールビー、ジュエリー、ダイヤモンド。ローグに関しては、近接か遠距離かによってまた変わってきます。なので、武器に関しては、トパーズかアメジストという形になります。基本スキルダメアップか、継続ダメージですね。特に近接の場合は、こちらの継続ダメージスキルが非常に多いので、こちらのアメジストをつけていくパターンになるのかなと思います。はい。そしてアーマーはちょっと迷ったんですけど、とりあえずライフかなという。これも近接か遠距離かによってちょっと変わってくるのじゃないかなと思います。はい。じゃあ、最後、ソーサラーですね。はい。武器、サファイアかアメジスト、アーマー、ダイヤモンド、ジュエリー、ダイヤモンドとなっています。ソーサラーに関しましても、こちらですね、サファイアかアメジストということで、炎系の魔法とかだと、やはり継続ダメージ有効になるし、はい。サファイア、操作障害された敵をクリティカルダメージアップ。こちらは霊気系の魔法だとこれになるのかなと思います。なので、どちらの主体の魔法かによって、ここはちょっと変わってくるんじゃないかなと思っております。はい。そして、アーマーに関しては、結構脆いのでね、やはりちょっとここはバリア張っていきたいかなというところで、ダイヤモンドを選ばせていただきました。はい。ということで、各クラス別のね、これつけたらいいんじゃないか宝石ご紹介させていただきましたが、先ほども言いましたようにビルドにかなり左右されますので、あくまで一例として、捉えていただければ幸いです。ただ、宝石個々のね、武器、アーマー、ジュエリーの内容に関してはしっかり覚えていくことで、そのね、自分のやりたいビルドにバチッとはまる宝石っていうのがあると思いますので、覚えておく必要があるんじゃないかなと思います。はい、発売まで、約1ヶ月ほどとなってまいりましたので、また様々な情報も出していきたいと思います。またよろしければ Twitter のフォロー、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。